日はですね、再びまたこんな大雪になっていますのでね、撮影にね出てきています。今日は朝からじゃなくてね、実は言うと今午後からなんですけど、午前中はね結構曇りというかちょっと晴れ間も差していたので、午後から大雪になるという予報をねちょっと見て、それに合わせてね出てきています。なのでちょっと撮影に限りがあるんですけれども、今素晴らしい景色なのでね、ちょっとこの様子を撮っていきたいと思います。今日はねこんな感じで、ちょっと濃霧も絡んでいますので、そういった幻想的な雰囲気プラス、畑の様子とかね、あとは民家とかちょっとこういった大雪の中のね、そういった様子を撮っていきたいと思います。ただ今ちょっとここはね綺麗な、池のね真ん中に島があるんですけれども、そこが今すごく綺麗だったので、この大雪と合わせてねこの濃霧の中に浮かぶような島をね最初に撮影しています。若干ね紅葉とかも残ってたり、落ち葉がねすごかったりとか、そういった綺麗な模様もあったりしますので、そういったものも初めはね撮っていきながら、畑の様子とかっていう感じで、どんどん撮影をしていきたいと思います。でこれだけね雪の粒が多いと、AF でオートフォーカスでピントを置いた時に雪に引っ張られちゃう時があるので、撮影する時ねこういった時はマニュアルにして合わせるとね間違いないと思うので、もしこういった大雪で撮影する場合はね、是非マニュアルで確認しながらねやってみるといいかなと思います。あとは結構濡れますので、ちょっとタオルとか置いたりとかね、濡れないようにするっていう工夫もね結構大事だと思いますので、機材を守るために、そういったところもこういった日は注意しながらやっていっております。じゃあせっかくいい雪なのでね、今日も楽しんで撮影していきたいと思います。ということで今日一番最初に撮れる写真はこんな感じです。今度はですねちょっとこう水たまりがねあるんですけれども、その中にね木が生えているっていうね、そんなようなところになっています。ポタポタと水がね、溶けたこの雪が垂れてきて、波紋ができていたりだとか、あとはちょっと奥に紅葉が少し残っているっていうのがねすごく綺麗ですね。でここはちょっと木の配列がものすごく綺麗なので、少しワイドで、撮影をしていきたいと思います。富士フィルムには65対24っていうね非常に横長の、フォーマットがあるんですけれども、ちょっとここではこれを使って横の広がりっていうのを強調していきたいと思います。こういう時にやっぱりクロップめちゃくちゃしているので、GFX の、1億画素あるっていうのがねかなり効いてくるんですけれども、ちょっとそんな感じで、撮影していますね。あとはちょっと自分の立ち位置を調節しながら、なるべく木が分離してくれるように独立して、並ぶように、調節しながら、撮っていくような感じでやっています。あとはちょっとね水面のところにシャーベット状になっているところにね、落ちた葉っぱの色彩なんかも、見えますので、そういったものもちょっと撮ってみても面白いかなというふうに思います。めちゃくちゃ綺麗ということで、こちらで撮れる写真はこんな感じです。ちょっとさっきはね、少しこう自然的なところをね撮っていたんですけど、今度はね畑の方をですね撮っていきたいなと思います。やっぱ畑っていうとね人の営みがあるので人工的なものが含まれるんですけれども、それがねなんか最近すごくね撮りたいなっていう被写体なので、ちょっとねこんなものを今年の冬はねいろいろ撮っていきたいなというふうに思ってます。でこんな感じで畑のど真ん中にね大きい木があって、その周りにはですね青いビニールシートがあって、農機具をねこう守ってるようなものがあるんですけれども、青いビニールシートってすごい人工的なんですけど、それがまた人のこう営みというかねというものにもなりますし、はしごがあったりとかね、あとはこう杭が打っていたりとかするのもねまたすごくこの
エリアのね美しさかなと思いますので、ちょっとそういったものをですね含めながら、周りの木々たちですね、カラマツとかもねあって少し雪が乗っかっていたり、あとは杉ですね、里山っぽさがものすごく出てきてすごく好きなんですけれども、そういったものもねちょっとこう、入れながらワイドで、撮っていきたいなというふうに思います。じゃあちょっとねどんどんまだ雪が降ってくるので移動しながらいろいろとこういった、畑の様子とかもね撮っていきたいというふうに思います。それではこちらで撮れる写真はこんな感じです。木の根元に一昔前のレトロなバンが止まっています。田舎の畑では時折このような光景を目にしますが、雪の中では立派な芸術となります。ここはですね、畑の中なんですけれども、今私が立っているのはね、道路があるところですね。ただ冬の間はもうここは、農業車も通らないようなところなので、こんな感じでのんびりとカメラをセットしてるんですけれども、ご覧の通りね、こんな感じでだだっ広い畑の中にね、こういったちょっとオンボロな小屋があるんですけれども、農機具小屋というかね、そういったものですね。非常にこう古いんですけれども、こう趣のあるようなね建物で、日本らしさがねすごく出ているというか、実際にこう海外とかでもねこういった農村地帯を取ったりするときに、カナダに行った時もそうでしたし、この間アイスランド行った時もねそうだったんですけれども、なんかその村にあるような、こういった農機具とかね牧場とかそういったところの小屋っていうのはすごくその国のカラーが出てるなっていうふうに思ったので、よくよく考えてみるとね、自分の家の周りってこういうのいっぱいあるので、そういったものが改めてこう日本らしいなっていうのをですね、ここ最近、強くね感じるところで、こういったものもこう雪景色とかね、自然と一緒に残していきたいなという、そういった純粋な思いでちょっとね撮っているんですけれども、今回ねちょっとこのだだっ広い、エリアの中でポツンとある農機具小屋をねちょっと撮っていきたいと思います。後ろの方もね杉並木があるんですけれども、それがねまた遠くの方に薄れていく感じ、それもねすごく綺麗なので、この広大な感じで、ね、さっきみたいにワイドで、ちょっと捉えていきたいなと思います。せっかく手前にはね野菜とかもありますので、雪をかぶった野菜とかを前景に添えながら、その奥に杉並木があるような感じで、非常にシンプルな構成でね、ちょっと撮影をしていきたいなと思います。素晴らしい天気ですね。午後からスタートしたんですけれども、最高に満足です来てよかったです。ということで、こちらで撮れる写真はこんな感じです。だいぶね雪がたくさんまた降ってきたんですけれどもね、除雪がまだねこの道路のあたり間に合っていないという感じですね。この辺りね結構柿の木がたくさんあるので、この柿の木をね最後はね取っていきたいなと思います。まだね結構オレンジ色の実がたくさんついているので、この大雪が降っている様子と、あと幹にもね結構雪が残っているので、そういったものもちょっとね取っていけたらなというふうにね思います。やっぱり柿ってね日本の、海外にもねパーシムンって言ってあるんですけれども、なんかこう日本の柿ってすごい日本らしさがねあるので、この時期はね結構こういったものも取りたいなと思っていたんですけど、今日は素晴らしい柿とね、あとは雪の条件が整ったので、そういったものを最後に取っていきたいなと思います。今日柿みたいな色してるんだけどまたちょっと、冬の間にね干し柿とかしっかりとね食べたいと思います。結構柿は好きなので。という感じで、今日はね雪がずっと降ってるような中でねの撮影になったんですけれども、本当にね素晴らしい感じで、12月とは思えないぐらいいい、撮影がねできたんじゃないかなというふうに思います。
じゃあこれでね最後の写真たちを持ってね終わりたいというふうに思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。柿は古くから庭などに植えられていますが、もともと縁起がいいと言われたり、防腐剤や染料、保存食として大事な役割を果たしてきました。今はそのような活用のされ方はほとんどないですが、このように形として残っていることは文化的に見てとても素晴らしいことだと思います。木そのものが美しく惹かれますが、村の中で人の生活と共にある姿が一番しっくりきました。